距離感友達でやっているので、これはもう一人 EC の強み、情報だったりとか寄り添ってあげるとか並走するっていうのが大事だな。消費者の人たちが見たいのってリアルな姿を見たいの。皆さんこんにちは。石の未来へようこそ。前回に引き続きですね、三浦拓也商店の三浦拓也さんをお招きいたしまして、一人 EC 運営について、いろいろとお話をお伺いしていきます。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。前半一人 EC 運営の中でも、はい、できるだけ早く成長するには何が必要なのかと、三浦さんなりに思うところが広告だというところで、広告って一言で切ってしまうとなんかちょっとドライな感じもするんですけど、まあそこにいろいろと工夫されてるとか、はい、いろいろやっぱりお勉強されてるんですっていうことが非常によく分かったわけですけど、前半の最後の方でですね、そのお客様とのやり取りでとかね、キャッチコピーつけるときに、そういうものをちょっと参考にしてやったらすごく当たったという話をされていて、多分ですけども、僕も実際自分で運営してて思うのは、やっぱお客様の声とか接客ですよね。そういう部分って、これは別に一人 EC 運営じゃなくても、ショップ運営やっていく上で、非常に僕は特にこのご時世大事な要素かなと。特にオリジナルで売ってる場合ですよね、型番だったらもうとりあえず出してくればいいやっていう話になっちゃうかもしれないけど、オリジナルであればあるほどやっぱそういう要素って非常にどういう対応されたかとか、どういうふうに返事してくれたかとか、そういうのってすごい大事だとは思うんですよね。なので、そのあたり多分ここは大事な要素だろうと。一人でやってるわけですから、三浦さんが対応するわけなんで、三浦さんのブランディングにもつながってると思うんですよね、接客自体が。はい、っていうことで言った時には、多分そのあたりの話は非常に多分皆さんに参考になるんじゃないかなというふうに思うので、ちょっと接客っていうテーマ、接客っていうけども、非常に多分広く取れるテーマだとは思うんで、もう脱線ありきでどんどん話していただければなと思うんですけど、さっきね前半その当たったキャッチコピーがありましたけど、運動しない人のためのプロテインっていうやつがあって、それお客様の声からっていう話だったんですけど、そのあたりからなんか広げていっていただけると。さっきおっしゃっていただいた通り、もう個人的にすごい思うのは、お客様の声をどんどん表に出していけば正解確率上がるなっていうのがまず、その悩み持ってる人が多分いっぱいいるだろうなって思えば、そうです、それを出せば出すほど響く人多いってことですよね。そうです。やっぱり消費者の方々とつながりを持つ努力するっていうのがやっぱすごい大事だと思っていて、その最初の接点が来てもらった人に対してちゃんと対応するっていう接客っていうところから、三浦拓也商店は LINE で一件一件お客様から問い合わせをいただいたら返すみたいなことをやらせていただいてるんですけど、これが本当 EC 運営においては売り上げを立てるっていうところ以外でもめちゃくちゃ効果的っていうのはやっぱすごい実感してますね。それはそのお客様の声が入ることで、いろんなところのヒントになるっていう感じです。もう全てそれですね。あと事前にこういうことやりたいなとか、こういう企画で販売したいなって思った時にお客さんに聞けちゃうみたいな。仲良くなっていればっていう。仲良くなっていれば。これはだからあれですよね。普段のまさに三浦拓也ブランディングというか、そういうふうに接してるからこそお互いに双方向でお話しすることができるってことですよね。そうです。もう距離感友達でやっているので、これはもう一人 EC の強みだと思うんですけど、組織だともう絶対無理だと思う。組織でやったらちょっと事件になる。援助案件になりますね。そうですになっちゃうんですけど、一人 EC だったらそれができるっていうところからやらせていただいてるんですけど、それが本当に助かってるというか、じゃあ例えば最近で言うと物販だけではなくて、なんかワークショップとか体験型のものも販売していきたいなっていう計画を立てていて、それを企画立ててる時にやっぱ自分で考えてたら分かんないなっていうことで、過去にそのやり取りをすごいたくさんしてて、どう考えても距離感友達だなって思うような人30人ぐらいに、過去にパーソナルトレーナーにそういうワークショップみたいなの受けたことありますかみたいなのをうわーって送ったんですよ。そしたら普通に返事が皆さんからいただけて、過去にこういうふうに受けたことありますよ、どうでしたか、いやあんまり良くなかったですねみたいな話だったりとか、私が受けたのはこういう企画でみたいなのが分かって、多分検索したら出会えない情報っていうのがもう全部分かって、そしたらじゃあ次うちとしてはこういうふうにやっていこうみたいな企画を立てるのにすごく役立ったりとか。検索じゃ出てこないです。書いてる人いるかもしれないですけど、個人で書いてる例えばブログとかだったら、多分上の方にないですからね。そうなんですよ。そんなの探してる時間ないですもんね、こっちとしては。そうなんですよ。だから要するにたどり着けないって
っていう部分があるし、まあそもそも検索で SNS 出てこないしね。そうですね。そもそもツイッターだったらまだいけるのかもしれないけど、インスタ、フェイスブックでそのキーワードで検索できるからできないですしね。ハッシュタグじゃなければ、っていうことだったら、確かにお客様に聞くしかないっていう感じでもあるなっていう。逆に言うとその検索で引っかかる情報は表層的だなって感じじゃないですか。それこそ SNS も広告も全部そうなんですけど、なんか言葉にリアリティを持たせたいじゃないですか。ってなった時にそのよく一次情報二次情報三次情報みたいなのがあるんですけど、一次情報が確実に人に一番共感されるっていうのがやっぱあるんで、そこを聞くためにはやっぱお客さんに聞くのが一番だって、でその関係値を作るにはやっぱ接客しなきゃいけなくて、だから接客もやってて言われることなんですけど、ずっとやり続けなきゃいけない、でずっとやり続けてるといいことあるよっていう話なので、その積み重ねでお客さんにも聞いてるみたいなことができるなって感じますね。でもそれってあれですか、どっちかっていうとなんか僕の感覚でいくと、待ってるだけじゃ来ない気がするんですよね。なんかもう全然来ないですね。全然来ない。全然来ない。待ってるだけは全然来ない。もう全然来ないですね。LINE 登録してサイトの一番下のフッターに置きましょうって提案をして、いやでも問い合わせが来たらみたいなこと言われるんですけど、本当来ないんで安心してください。安心してくださいね。そう俺もそれもよく言う。いやなんか放置してるだけでは来ないですよね。来ないです。いやそのいくらでも気軽に問い合わせくださいとか書いても、もう全然来ないです。でもなんかそれ来るような工夫されてるってことですか。してますね。もう至る所に動線を張るのはそうなんですけど、人って結局情報を与えないと質問とか相談って頭に浮かばないじゃないですか。なので一番やってることとしては、行動完了したところに置くようにしていて、購入完了ページに置くってなると一回買い物が終わってるんで、じゃあちょっと問い合わせてみようかなってなることもありますし、僕が一番重宝してるのはメルマガの一番最後に何かあれば問い合わせしてくださいみたいな。例えばダイエット情報のことをバーって書いて、こういうことがあって、変な言い方するとあえてちょっと雑に書くんですよ。答えだけ書かないでちょっと次に押すみたいな感じのちょっと不完全燃焼的なメルマガ書くと。そうです。で最後に何か分からないことあったら三浦に連絡してくださいみたいな。それはあれでしょ、分かんないことあるから連絡してねかっこ閉じみたいなあるでしょみたいな。そうですそうですそうです。でそういう努力をしたりとか、あとはその問い合わせの窓口のテーマをめっちゃ広げるみたいな。問い合わせの前のテーマを広げる。だいたい EC サイトでじゃあ接客対応しますっていう内容になると、商品についてだったりとか使い方とかって商品ありきの情報になるじゃないですか。なんですけど三浦拓也商店は健康食品のお店で、コンセプトが社会の脂肪を減らすなんですよ。すごいでかいテーマで、そのテーマがあって、でだからお客さんの脂肪がダイエットの成功に貢献するっていうのがテーマなので、ダイエットってそもそも考えたら商品だけで成功しないっていうのはさっきの話であったと思うので、やっぱ情報だったりとか寄り添ってあげるとか並走するっていうのが大事だな。そうか、続かないとダメだってことですね。そうです。並走するってことです。そうです。で方向性の提示しなきゃいけないっていうところがあるんで、僕無料で、ダイエット相談受け付けますみたいなでダイエット相談をしてくれた人に対してなんかよかったらこういう商品もあるんでみたいなきっかけを作ったりとかしてるんですけど、そのダイエットの無料相談が結構多かったり。それって LINE なんですか。それ LINE です。全部ありましたっけ、窓口ダイエット相談っていう。それはですね、中入っていかないとないってことですか。中入ってからっていうことです。なるほどなるほど。買った後ってことですかね。とか結構最近で言うと SNS の方はもう完全になんかダイエットコンサルタントみたいな立ち振る舞いをしてるのでその SNS からその LINE のリンク貼ってそこから問い合わせてくるみたいな。なので LINE の中だけだとちょっと見えないかもしれないですね。いや僕もさっきちらっと言ったんですけど、いや質問してもらうのが大変だよねっていう、これ分かってる人があんまいないような気がするんですよね。いや本当そう思います。だって多分質問来ない方がいいじゃんって思ってる人の方が圧倒的多いですよね多分。多いです本当に。でも質問来ないと何に困ってるか分かんないですもんね、こっちとしては。本当に考え方としてはいかにして1対1のトークさせてもらうかっていうところまで考えて。なるほどなるほど。でもこれがあれですよね、こっちが企業体だと効率化って言ったら、いや入んない方がいいよねっていうね、商品に自信があったらとかってなっちゃうと余計になんか、いやそんな問い合わせなんかない方がいいしみたいな、楽でいいじゃんみたいな、むしろ来ない方がいいしみたいな思うかもしれないけど、今の僕もそうですけど、やっぱりなんかコンテンツ作るとかお客様のニーズを引き出すとかそういうことあったら聞かないと分かんないですもんね。いや本当に分からないですし、聞かないとコンテンツいざ作って滑った時にもう全部無駄になっちゃうじゃないですか。滑った時
確かに。だから滑る確率を下げなきゃいけないっていうところで、やっぱお客さんからの声でコンテンツをとかネタを作った方が絶対に受けるんで、少なくともその質問してくれた人は絶対見てくれるじゃないですか。ちょっと話元戻す前に、滑る基準は何なんですか？どうなったら滑っちゃうんですか？メルマガの開封率で見てます。なるほど。それはメルマガで測るってことですね。そうです。やっぱタイトルで開封率全然変わってきて、で一定数読んでくれる人はいるんですけど、やっぱ 2%3% ぐらい変わるんですよ。でなった時に 2%3% いつもより低いなと思ったらやっぱ滑ったんだなって思います。その 2,3% の差なんですか？そうですね、でも分母が大きかったら 2,3% は結構高いですね。そうですね。それで元戻すと、でもやっぱり普通は問い合わせ来ない方がいいと思ってるから、問い合わせを来るようにしたらどうしたらいいかっていう考えが多分普通の方はなかなかないと思っていて、だからそこをやっぱり三浦さんはすごくグリグリやってるってことですね。だからそうですね、ネタを探すためでもあるし、それが商品開発にも結びつくことってあります？商品開発に結びつくことも全然あります。それでなんかお客様から、一定数こういう声があったから、じゃあこういう商品作ってみたってこともあるってことですか？もう全然ありますね。そもそもうちスターとかバターコーヒーが結構売れたんですけど、そのバターコーヒー売ってる時にデカフェっていうカフェインレスが欲しいっていう声をめちゃくちゃもらったんですよ。多いみたいですね最近。いや若い子は特にそうみたいですね。アメリカとかでやっぱりカフェイン入ってるコーヒー良くないっていうのが結構風潮であるみたいで、スタバとかでもやっぱりデカフェ頼む人がすごいっていうのがあって、多分そういうことから僕なんか別にコーヒー飲むのになんでカフェイン抜かなきゃいけないのって、僕なんか思っちゃう方なんですけど、それはおっさんの考えみたいで、いやどうやらだからうちの娘とかに行くとそんなカフェイン入りなんて飲めないよ、そんなカフェイン入りバカ飲めない、たくさん飲めない胃に来ちゃう人がね、そういうのがあるからって言ってるから、そうなんだって思った時に、それは確かにその通りみたいですね。そうですね。そういうのっていうのが、やっぱそのお客様から聞かないと分かんないっていうのは、でそれが聞いてやったら売れたっていうそのパターンもあったりとか、ニーズって細かいところにあって面白いなって思うんですけど、うちビタミン B のサプリを販売してるんですよ。ビタミン B サプリって結構そのダイエットの言ってしまったらリテラシーというか結構オタク気質な人たちが飲むもので、iHerb っていう海外のサプリとかが売ってるサイトあるんですけど、そういうとこからアメリカのメーカーさんのビタミン B を買うっていう人が多かったですね。日本のメーカーさんのビタミン B の含有量ってあんま多くないので、海外から買うっていう人が多かったんですよ。ただそのお客さんとやり取りしてる時に、この含有量はすごい魅力的なんだけど、やっぱアメリカ製だからなのか粒が大きくて喉に引っかかっちゃうんだよねみたいな。それサプリあるあるですね結構。そうなんですよ。分かるそれは聞いたんで、これもしかしたら半分に切ったら売れるんじゃないかみたいな、って言って製薬工場に同じ含有量で、2粒で取れるようにできますかって言ったらできますって言われたんで、じゃあそれ作りましょうっつって言って、アメリカのやつは1粒飲めばいいってやつだったんですか？1粒飲めばいい。それを2粒飲めばいいっていう小さくしてちっちゃくして。なるほど。意外に受けたんですよそれが。まさにそれあれですよね、ユーザーに寄り添ってます。そうです。細かいニーズってすごいたくさんあるなみたいな。でそれがやっぱり質問してもらわないとわからないと。わからないですね。質問してもらったりとか、問い合わせか、あとは声もらったりとか。そうですね。あと仲良くなってもらったりとか。それをでもきちっと今さっきもメールマガジンで答え言わないでちょっと何か質問してねとか多分 LINE とかでもね、さっき言ったけど、ダイエットもしあったら教えますよとかね、気軽に質問してねって言われて、1回買ってる人だったら、で多少効果もあるってなった時に、困ったらじゃあ1回やっぱここに頂いてるから、ハードルは下がってる。下がってますめちゃくちゃ。そういう人たちに積極的に教えてもらうっていう、そういう姿勢が大事だなって感じですかねやっぱり。そうですね。教えてもらう、もう貪欲になんか教えてもらいたいっていう。最終的にはやっぱりそれはね、一人 EC 運営でやられてるわけですから、三浦さんがもう前面に出てって、そうですね。顔出しで前面で出て、まだ太れないと思うんですけど、太れはしないですね。太ったらもう多分ダメなんでやばいですよねそれあれですけど、やっぱそれもありますよね。いやだから友達関係になれるって、三浦さんってこういう人だからとかっていうの分かってるっていうのはすごく大きいですよね多分きっとね。そうですね。結構そのさっき質問してもらうとか、お客様に聞いちゃうとか、気軽に、なんか答えとしては誰が聞いてもそうだよねって多分思うと思うんですけど、じゃあやってるって言ったらやってる人が多分少ないんですよね。そうですね。で僕その最たる例が
自分が前面に出るっていうことをやってる人がすごい少ない気がして、うんまあこれってやっぱり大手企業の人はなかなかできないんで、まあ、中小企業もしくはすごいちっちゃいって意味でもう一個中小もう一個下ぐらいの人たちが実は一番やりやすくて武器になる。そうなんですよ。やればいいのにやりたがらない人がなんかすごい多いなと思ってて。そうですね。あれはでもなんでなんでしょうね。なんか恥ずかしいとか、いや俺じゃないとか、なんで俺じゃないってお前がね誰かやるんだよっていう話はあるんですけど、めっちゃ変な言い方すると、意外に、まあ、これすごい多分語弊がある場合もあるんですけど、若干自分の印象に対して自意識過剰なんですよね。自分がこういう見た目だから出ちゃいけないとかって思うんですけど、その消費者の人たちが例えば見たいのってそのリアルな姿じゃないですか。別にそのリアルな姿が美しくあろうが、美しくなかろうがどうでもいいんですよ。リアルな姿を見たいのに、綺麗に整えなきゃみたいなのが、あれがまたいらないんですよ。いらないんだけどみんな意識しちゃうからやらないみたいなのはあると思います。僕の個人的感想でいくと多分恥ずかしいっていう人多いんですよね。恥ずかしいもん。あと喋れないとかね、まあ動画とかだったらこれ慣れしかないですもんね。慣れもう完全に慣れと勉強ですね本当に。三浦さんって昔から話せる人だったんですか？僕それで言ったら本当に去年いろんなセミナーに立たせてもらって、ちょっと喋れるようになったかなっていう感覚なんですけど、新卒の時とか営業マンだったんですけど本当に使えなかったっていうレベル自分で振り返ってみてって言われてたし、コミュニケーションも取れなかった人なんですよ。だから喋れなかったみたいな。それなんで変えれたんですか自分の中で。そのままなんかもし振り返ってみて思うところあるとする。いやもう練習ですね。もう変わらなきゃいけないと思ったから練習したって感じなんですか？そうです。変わらなきゃいけないなっていうのはすごい思ってた。一人 EC 運営やっていく上でってことですか？そっちの方になりたいなっていう。そうか、もっと人といろいろお話してみたいとか取ってみたいっていう方が強かったと。そうですそうです。でも結果的にもしですよ、はい、今この一人 EC 運営やってて、はい、それできてなかったら結構やばかったですよ多分。いや多分だから全然違う方法を取ってたと思いますやっぱ。値段で売るとかね、例えば。そうですそうですそうです。物を売りに行かなくちゃいけなくなっちゃう感じになりますもんね。そうですね。なんか本当接客を始めた理由も、に外商あるじゃないですか。あれをなんかネットショップで実現できたら高単価のものでも売れそうだなっていうのがあって、そこから接客を始めたっていうのもあるんですよ。なんか物だけで売ってしまうと高単価でやっぱ買われないじゃないですか。でも値下げもしたくないみたいなっていうことをいろいろ考えた時に、外商ってすごい目指すべき、オンライン外商って言ってたんですけど当時は目指すべきとこだなっていうところはやっぱあって、そのためにやっぱコミュニケーション力とかスピーチ力っていうのが絶対に必要。いやそこはすごい共感できますね。僕も実は前職がバーニーズニューヨークっていう伊勢丹、今セブン&アイ・ホールディングスの下ですけど、昔伊勢丹の下だったんですよね。その時にあそこってもうスーツで20万とか30万とか出て、物がいいから売れるようなもんですけど、人で買ってもらってる部分は結構多かったんですよ。あなたが勧めるからとかっていうのが結構多くて、で僕も実はネット EC やり始めたのってこれを1対他でできないかなと思ってやり始めたのがあったんですよ。だからすごいやっぱりその接客で外商ってなるとちょっとやっぱりそのお店伊勢丹だからとか三越だからっていうのは多少ないとも言えないんですけど、でも結果的にやっぱりそのサービス、そこに多分プラス人が加わるとお店のブランドもプラス人になるからより強くなるっていうのも多分あるんで、そうですね。その接客っていうのは本当間違えてないし、間違えてないというかもうその通りだと思うし、逆にそこにさっき言った前面に出すっていう、だからその百貨店の会社でも多分売ってる人はそこに人が入ってるんですよ多分きっと。伊勢丹だからじゃなくてそこにあなただからっていうのが多分入ってると思っていて、三浦さんはまさにそれを多分具現化してるんだし、それがよく練習してできるようになったなっていうかいやそれでもすごいですよ。なかなか練習してできるもんじゃないと思うんですよね結構僕から思うと。それで言うとあれですね、練習できる環境に無理やりするみたいなところがやっぱあって、そのために、僕去年オンラインのセミナーによく立たせていただいて、ワークショップとかもやらせていただいたんですけど、多分半分じゃないかな、50回ぐらいやったんですよ。50回ぐらいやったうちの15回ぐらいはもう自分から団体に申し出て無料でやらせてくれって。すごい。両稽古ですねまさに。そうですそうです。でやっていくとなんかそのセミナーの評判がおかげさまですごい良くなって、外からも呼ばれるようになってみたいな流れで、ついでにこう回数が本当に
重ねられるし、これ今日この喋り方ダメだったし、なんか聞き心地的にもここの部分もっとまくし立てるように喋ろうみたいなとかを振り返りですね。でそれがいわゆる店舗の接客にも生きてる。相乗効果ですごいですねそれは。そうですね、なんか知り合いが言ってて、本当分かると思ったんですけど、人生全部素材にしたいみたいな。もう全部売ったるみたいな。人生の経験を全部仕事の素材にしたいっていう。なるほどなるほど。でも一人 EC 運営って言ったらば、一人 EC 運営、EC に限らず一人でやろうと思ってやっぱそういう視点ってやっぱりね、時間が大事っていうことを言ったら24時間みんな一緒だけども、そしたら自分をリソースにするしかないですもんね。自分を資源にして、自分をネタ元にして売っていくっていう。そうですね。そうか、だから逆に言えばやってることが全てネタになってるわけですね、逆に言うと。そうですね。その学校もやってるっていうことで言ったらば、それをちゃんときちっとその来てくださってる方にお伝えすることもネタになると。そうですそうです。全てが実験ですね、そしたら。そうですね。だから本当に試みとしては、僕肩書きとしてはその三浦拓也商店店主っていうのと、あと一人 EC 著者っていうことでその EC の発信系をするっていうところをやってるんですけど、一人 EC の人に三浦拓也商店の商品を売りたいんですっていうことがやりたいのがあって、で実際にそういう形でやってるんですけど、仕事両軸もうごちゃごちゃにしていきたいみたいな。そうですね。分かる、それの方が結果的には全てが素材になるし、全てが素材になる。で逆に言えばね、多分仕事とか普通の私生活っていう一人でやるんだったら、そこを切り分けちゃうよりも、そこがもうどっちがどっちだか分かんなくて楽しくやってりゃそれでいいじゃんっていう方が、多分そういう風になりやすいのかなって。そうですね、本当そう思ってますね。没頭しても自分が好きなことをとことんやって、自分が実験台になって自分が素材になって、それをいろんな方々にお伝えしていくと。そうですそうです。でそれをやるのにやっぱり接客とか前に出ていくと。そうです。でいろんなチャレンジすると。そうですそうです。それが全てネタになると。はい。無駄なものは何もないって感じですね。そうです。でもそれはそうですね。やっぱ一人でやってるから無駄作らないで全てをこうネタにするっていう考え方は確かにそうだなと。そうですね。思うし、それにはちょっと今お話してて昔そうだったっていうのはにわかに信じがたいですが、お話が苦手だったっていうのは、いや全然信じられないんですけど、でもそれで言ったらば意を決してやればっていう話でしょうけども、そうですね。やろうと思ったらできないことは、訓練してできないことはないっていうのは三浦さんが証明してることなんで。そうですね、なんか結局精神論とか根性論になると部分にはなっちゃうんですけど、EC 事業者さんにもよく言うんですけど、やればできるよみたいな。なるほどね。いやなんか三浦さんの見た目からそんな言葉が出るという感じはちょっと思うんですけど、いろいろちょっともう本当にお話を伺って、今回は一人 EC 運営をたっぷり語れるぐらいの時間もなかったので、今回はね広告っていうことと、接客ってちょっとかなりね一人で出てくっていうブランディングの部分もちょっと踏まえてお話しいただいた部分がありますけども、講義の接客ですねっていう部分で、この2つについてちょっとお話をしていただいたわけですけど、当然ですね、一人 EC って言って運営って言ってこの2つだけやればできるかと、そんな簡単なものではないのは間違いないので、一人 EC 運営ご興味持たれたらこちらの本、これ皆さんのご著書なので、もしよかったらですね、個人でも売り上げを大きく伸ばせるネットショップ運営術と一人 EC ということで、もうこちらの方これ結構もうね皆さん読んでらっしゃる方非常に多いおかげさまでということなので、視聴者の方少人数でやられる方も結構多いので、一人じゃなくてもね逆に少人数でっていう部分でも非常に参考になるかなと思うのでね、僕は特に前面に出ていくとかそういう部分はお金かけなくてもできることだから、逆に言えばそういうことはもうぜひやっていただきたいなと思う中でも、その他にもここにいっぱい書いてあるんで、もしよかったらね、ぜひいただければと。ありがとうございます。物足りないもっと話したい感じもしますが、ありがとうございます。また機会があればということで、長くなりましたがこれで今回以上にしたい。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。